こんなの初めて食べたんですよ。これが、長須クジラの赤身。お肉ですね、完全に。ベロの部分ですね。古いことでさえずり。これが本革、クジラの皮の部分ですね。これが尾脂、顎の脂です。これがベーコン、ウネスっていう部分で、これがさっき仕込んでたさえずりですね。これがお化けっていう尻尾の部分をさらして油を抜いたもの、クジラの盛り合わせになります。特級っていうのがお肉に例えると霜降り肉のサシが入ってすごいいい部分。長洲じゃ見てね。好きな人はね、好きですよね。さえずりは面白いぐらい部位によって食感が違うので、ねっとりとしてた部分と本当に肉々しい部分が分かれるんですけど、たっぷりのお水に塩、お米ですね。これで昔ながらの入れ方じゃないですけど、これで匂いが取れる。でそこにうちの刺身はベロのこの皮の部分が絶対見えるような刺身にしてるので。こっちが赤身。ここからまっすぐ取って中トロにしてますので、本当東物は赤身が美味しいので、本マグロももちろん美味しいですけど、旨味の質がちょっと僕は違うと思うので。これ美味しいって食べていただけるんだったら頑張ってやりますっていう根っこをちょっと強調するようなやり方にもしてる。ここのせり鍋が本当に根っこが柔らかくてショーファ。全然感じない。工夫して。うちで扱ってるクジラも三陸沖で取れてるクジラなのね。クジラとあとここにもびっちりある裏霞、宮城県のね塩釜っていう漁港の町のお酒で、このお酒をメインにこの裏霞を東京の人たちに飲ましたいって言っておやじが作ったんですよ。樽市にしかない裏霞がたくさん。もう毎朝築地行って魚の業者さんの顔を覚えてもらうために行ったりとかしてで、よっしゃ。これが、長須クジラの赤身になります。国内でも捕鯨が再開されて50年ぶりに。でもお肉ですね、完全に。すごい質のいい赤身肉って感じですね。特級っていうのが結構もっと本当にお肉に例えると霜降り肉みたいな感じでサシの入りからしてるんですけど、それはそれでもちろんいいんですけど、これぐらいのサシがクジラお肉の美味しさを感じられちゃう。あとは本当に自分の刺身でどう引き換えるかが結構策取っているので、
あともどんどん避け取っていって、どうしても端材っていうものが刺身とか出てくるので、そういうのを集めて、ちょっと炊いて山椒にっていう感じで打ち上げてますね。宮城の方では大和煮かな、クジラの大和煮っていう感じでやってるんですけど、普通にやるのもつまんねえな、ちょっとお酒なってどうしても、絶対的に捨てるっていうことはしないので。ベロの部分ですね。本当に皆さん古いことでさえずるとかって言うじゃないですか。だからその本当にさえずり、これが分かりやすいんですけど、本当にベロの端っこの部分、本当にペロペロっていう。でこれがもっとベロの奥の方に行くと中にしっかりと筋肉がついてて、色もこういうちょっと真っ黒くなっていくっていう。全然水に当ててまだ平気なものなんで、刺身って形でお出しするときにやっぱりここの先っちょが硬くてあまり美味しくないって言い方あるんですけど、食べづらいのでもうここちょっと切り落としちゃってます。で切り落とした部分に関してはうちだとさえずりの味噌煮っていう商品があるんですけど、味噌で仙台味噌で練り込んでお出しをしてます。でもうさえずりは面白いぐらいに部位によって食感が違うので、ねっとりとしてた部分と本当に肉々しい部分が分かれるんですけど、最初見せた先っちょの部分と混ざってるので、こうなるとまた全然食感とかうまみが変わってくる。まあたっぷりのお水に塩をと、あとお米ですね。これで昔ながらの入れ方じゃないですけど、これで匂いが取れる、色がちょっとちゃんと白くなってくるので、でそこにさっき言ったで宮城の方で東物って言って生のエバチマグロ、これはもう本当に向こうのマグロ屋さんから直送で送っていただいて、東物認定をされている方から直接仕入れてるので、その方からちゃんと認めたものなんで、鮮度もいいですし脂乗りもいいですし。ここが中トロの部分になってくるんで、ここから上が赤身の部分で、ここが血合い。本当に血合いが鮮度がいいので、うちだとこのままごま油と塩とあとネギと生姜を使ってナムルみたいな感じで、鮮度が悪いと血合いの血の臭さが出ちゃうんで、生で食べれるのは本当に鮮度がいいからできることなんで、
ちが赤身ですね。であとはここからまっすぐ取って中トロにしちゃいますので。よく言われるのはこれがテンパネって言われるので、柵としてはちょっと箸立ち落ちちゃう感じですね。本当東物は赤身が美味しいので、本マグロももちろん美味しいですけど、旨味の質がちょっと僕は違うと思うので、実際現地に行って業者さんと話してきましたけど、本マグロよりかは僕もこっちがちょっと好きかなと。これもちょっと今日は使わないので、こっちをこのまましまう。よいしょ。一回冷蔵庫しましょう。でここで余分な水分を取っといて、そうするとまた旨味が上がるんですよ。トミーがやってくれた。銀皿。まあ、これで名取の仙台石ですね。根っこが立派な契約農家の、ね、三浦さんって方。泥を落とすときにやっぱりさっき使った黄色いまな板だと見えないので、基本白いまな板で優しく本当に軽くこする程度で、あとはもう水流で落とすようなイメージ。もう今日の夜はもう絶対お客様はもう8割は絶対頼んでくれる。実際食べてみるともう食感もいいですし、香りもいいですし、美味しく最後までお召し上がりいただけるような。これ美味しいって食べていただけるんだったら頑張ってやりますっていう山田町っていうところがここ最近ずっと条例とかもすごい大きいし、大体一律して大きい大きさでまあできるんですけど、ガスが出てもう上に引っ張り取りかねて、これがその対話者ですよ。ですけどここを外してあげて、これ海水とあとは貝のエキスもあるので、これもったいないんでこれごとよいしょ1回ボウルに入れます。刺身にするようにちょっと成形を今のうちにちょっとしちゃってます。
ちの刺身はベロのこの皮の部分が絶対見えるような刺身にしてるので、いいって言われたことはそれを出してあげるとやっぱり個人的には食べやすいじゃないですけど、浦霞っていうお酒と一緒にお召し上がりいただくときにそっちの方が個人的にはいいのかなって。俺それ知ってるんだよ。今この黄色い層がこれ全部油です。もうこのところ全部そうですね、油が金口刺すともうこれで柔らかくなってるんですけど、で油がもう煮ても出なくなってくるタイミングがあるんで、ここまでちょっと油は捨ててあげようかなというところです。はい、お願いします。で、これが血管がここら辺よく見ると、こうやってあるのが分かるかと思います。半分に渡して切っちゃっています。これが本革、クジラの皮の部分ですね。で、これが尾脂、顎の油です。顎周りの油ですね。で、これがベーコン、ウネスっていう部分で、お腹のクジラの絵描くとき大抵縦縞が入るかと思うんですけど、そこのお腹の部分です。で、これがさっき仕込んでたさえずりですね。これがお化けっていう尻尾の部分をさらして、油を抜いたもの、本当に尻尾の部分ですね。関西だとおばって言いますよね、普通に。ベーコンはからしが相性がいいので、からし醤油でお召し上がりいただいて、ハツに関してはタレをかけて提供します。で、それ以外に関しては、生姜醤油でお召し上がりいただくのが一応タルイチとしてお出ししているクジラの盛り合わせになります。これちょっとお客様の要望で半分に切ってるんですけど、長洲の特急って言い方してるんですけど、本当にサシが入ってすごいいい部分です。お客様がよく頻繁にご来店いただけてご夫婦の方なんですけど、2人で仲良く食べてくれるために。クジラ大好きなんです。ここクジラがあるっていうので見つけてきたんです。中トロだよ、マグロで。
中洲じゃ見てない。それは好きな人はね好きですよね。お腹を捨てて、お腹捨てて。これがちょうど今さえずりを仕込んでたじゃないですか。その刺身にするときに端材というものが出てしまうんですよ。でもそういうのもちょっとちゃんと食べれるように加工して味噌で味付けしてますね。これはですでちょっと温めてから刺してます。こっちが先ほどの下の先っぽの方の黒い部分と奥の方のちょっと油が仕上げてこれがテーブルに水割りする中で水割りでこれが山椒煮っていうクジラ山椒煮ってやつでやっぱどうしてもクジラって火を通すとすごい硬くなってしまうものなんでそれを圧力釜で柔らかくして山椒を入れながら醤油とお砂糖を効かせて、あとは鰹節。ごめん。頼むよ。はい、お待たせしました。三陸の生牡蠣ですね。大きいよね。食べれたら食べれるの。めっちゃうまい。やば。すっと箸が入る感じです。ちょっと霜降りをしてで少し火を入れた方が旨味と甘みが、ね、増すのでこれは仙台麩っていうなんか麩なんですけど、まあ、これも一緒につけてる感じですね。そうですね、今は。はい、これでの。はい、油ないし。量的に変えまだ出してない。向こうに入ってるから。あれないです。ごめんないです。ごめんない。いや、いるでしょ。根っこは結構長いので、根っこをちょっと強調するような塗り方にはしてる。ここのせり鍋が本当に根っこが柔らかくて、こんなの初めて食べたんですよ。そっからもう超ファン。もうだから今もう三浦さんに感謝しながらいただいてます。おいしい。
このシャクシャク感がたまらないんです。ありがとうございました。またお願いします。大丈夫でしょ大丈夫でしょさすが仙台。美味しい。お芝居を見た後ですお芝居ね。美味しい日本酒、宮城の。乾杯。今クジラを扱ってるお店が本当に少ないので、まあ、そういう意味でも我々がこういうね歌舞伎町のど真ん中からちゃんとね発信して次世代にもちゃんとね伝えていきたいなと思ってますけど、第一印象すごく大事なんで、最初に食べるクジラが美味しくないともう食べなくなっちゃうから、とにかくね美味しい魚と美味しい酒と、ね、楽しい空気と、それが我々のモットーなので